皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。夏が来れば思い出す。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。5月16日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は161メートル3でした。おとといと比べると1メートル27センチの低下。前回に続きハイペースを維持したまま本気モードのようです。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒6020立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒9730立方メートル。差分については毎秒3710立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はマイナスの910、三峡ダムはプラス450。上流の減少幅が大きいのはちょっと意外な感じはします。最上流の金沙港にある巨大4電ダムのうち、高架波ダムの放流量はおとといの朝8時の時点で毎秒3040立方メートル。前回よりも放流する量を少し減らしているようです。一方、深夜0時、三峡ダムの放流量は毎秒14900立方メートル。単純に割り算すると 48% の発電状況で15基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとといと比べるとほぼ変わらずです。三峡ダムと最上流にあるダムの流量についてデータを比較しながら現状を確認します。こちらは2月からおとといまでの流量になり、交通運輸部発表データをもとにグラフを作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムです。まずは上流にある高架波ダムの方から。青のラインの放流量は小刻みに変更しているものの大きな変化はありません。だいたいピークの7割くらいといったところでしょうか。水色のラインの流入量もほぼ同じ動きをしていることから、高架波ダムでは入ってきた量をそのまま出しているといったことになります。次に三峡ダムの状況について、ご覧の通り、オレンジのラインの流入量は減少傾向である一方、放流量の方は大きく増やしていることから、毎秒8000立方メートルくらいの開きがあります。このため、ここ数日で三峡ダムの水位は大きく下がることに。ただ、直近のデータを見ると、流入量は増加傾向であり、上流で大雨になっていることからさらに増水することが予想されます。それに合わせて放流量を上乗せするのかどうか、このあたりにも注目したいと思います。Nishi Yang Channel。 こちらは年の初めからおとといまでのダムの水位を示したグラフになります。3月からつい先日までは165メートル前後でうろうろしていたわけですが、今月の12日あたりから急激に水位が下がり出しています。前回の動画でもお伝えしたように、長江水利委員会は5月25日までに155メートルまで下げると宣言。6月以降の洪水期に備えて、ダム湖の容量を確保するためだというのが彼らの説明です。いつもの年であれば145メートルがターゲットです。今年は暫定目標を設定した上で、とりあえず155メートルまで下げてみて、その後、洪水あるいは干ばつのどっちが予想されるかによって、さらに下げるのか、あるいはそのままキープするか判断するようです。直近の情報を載せるとこのようになり、ハイペースで進んでいることは明らか。このまま突き進んで早めに到達するのか、あるいは調整局面があるのかはわかりませんが、メディアで発表したからには、GDP の成長率と同じで、無理やり目標達成することになりそうです。ただし、急激な水位の低下はデメリットもあります。これまであった大量の水が短時間でなくなるわけですから、今までダムの上流側の両岸へかかっていたテンションは一気に解放されることになります。ダム湖の長さは600キロもあるので、そのうちのどこか、もともと地盤の弱いところは崩れる危険性が高まるというのは誰もが想像できるでしょう。三峡ダムの名前は
3つの峡谷というところから命名されている通り、切り立った崖の間を川が流れているのですからなおさらです。物理的にはいくらでも水位を下げることはできるでしょうが、過去の実績グラフと比べるとギリギリで危険な運用であることがわかります。その一方、ダムの上流では大雨になっています。今日からあさっての18日にかけ、まとまった雨になることが予想されていますから、長江流域ではおそらく増水することになるでしょう。下流側の状況はどうかというと、遊水地である東堤湖の衛星画像を見ても、それほど余裕があるとは思えません。順調に今のペースで25日を迎えるのかどうか、心配で朝も昼も眠れません。今回の暫定目標の件、皆さんは達成できると思いますか？ご感想をお待ちしております。さて、梅雨入りにはもう少し時間があるこの時期に、長江の上流の広い範囲で激しい雨が降っているようです。こちらは昨日の午後6時までの24時間の雨雲レーダーの様子。最初は何もなかった雨雲がどんどん発達して、長江上流の北側と南側に広がる様子が確認できます。こちらの大きさは、九州がすっぽり入るくらいの範囲なので、それだけ広範囲で一斉に雨が降っているということになります。ウィンディーによると、今日から週明けの18日にかけて、まとまった雨が降る予想も出ており、これまでとは違う気象状況になりそうです。実はその後も、長江の上流から下流地域で強い雨が降るかもしれず、今年は早めの洪水シーズン突入となりそうな予感。中国の気象当局が4月頃に発表している長期予報によると、長江流域では中下流地域では雨が少なく、干ばつ傾向だとありました。一方で、三峡ダムよりも上流地域では、下陵江、宇江、民江田江といった支流の地域で、雨が多くなりそうだとも発表されています。長江と一言で言っても長い川のために、地域差があるのも当然のことでしょう。個人的な肌感で言うと、下流で雨が少なくなりそうだという予測には、ちょっと違和感があります。先日も取り上げたように、三峡ダムを100キロほど下った、中国最大級の東堤湖は満杯とまではいかないものの、そこそこの水が溜まった状態。去年の同時期とは雲泥の差。これまで、ダムの水位をなかなか下げない理由の一つに、この長期予報における干ばつの可能性があるかとは思いますが、最近の雨の降り方を見ると、そこまで雨が少なくはならないのではないかと。むしろ、水位を下げ渋ることにより、いざ上流で集中的な豪雨が重なると、簡単に放流を増やせない状況に陥っているのではないかと思うほど。先ほどお示ししたように、足元では急激な水位の低下を実現していますが、近々大雨が続くと、どこまでそのペースを維持できるかは疑問です。いやいや西安、それってあなたの感想ですよねと一瞬思ったそこのあなた。ここまではウィンディが公開しているデータに基づいたお話ですが、実は中国の中央気象台からこんな予測が出ています。15日から24日までの10日間、どれくらいの雨量が予想されるかを示したもの。ご覧の通り、ピンクの地域は100ミリから250ミリを示しており、長江どころか中部から南部のどえらい範囲で大雨予想が出ているのです。中には茶色で示したところは250ミリ以上という場所もあり、それはどこかというと、皆さんもお分かりですね。加えて、ベンガル湾から吹きつけるモンスーンが、近日中に始まるのではないかというニュースもあり、そうなると、これから長江流域でまとまった雨になるという予想も、そんなに外れていないかと。いずれにしても、まずは週末の雨の降り方が気になるところです。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは今日の午前11時までの様子。西からカーテンのように縦に伸びる雨雲が流されている様子が確認できます。洪水期になればこのパターンは見られるものの、まだ5月ですから珍しいかもしれません。南部の沿岸部も何気にそこそこ降っている点も注目です。次に今後の予想を見てみます。週末から来週火曜にかけて断続的にダム周辺と上流、そして下流ともに強い雨となるかもしれません。今日の三峡ダムの天気は最高気温が25度、最低気温が11度で雨の予報。その後もしばらく長江の流域全般で激しい雨が降ることになりそうです。本格的な洪水シーズンの足音が聞こえてきました。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。米カリフォルニア州の市長が訴追、中国の工作員として活動した疑い、テレ朝ニュースが伝えています。
記事によると、アメリカ国内で中国政府の代理人だと知らせることなく、工作員として活動した疑いで、アメリカ西部カリフォルニア州の市長が訴追されました。訴追されたのは、カリフォルニア州アルケーディアの市長、アイリーン・ワン容疑者です。アメリカでは、外交官など以外が司法長官に通知せずに、外国政府の代理人として活動した場合は、連邦法違反にあたり、最高で10年の拘禁刑が課される可能性があるということです。ワン容疑者は、検察との司法取引の中で容疑を認めることに合意していて、今月11日付で市長を辞任しています。以上、米カリフォルニア州の市長が訴追、中国の工作員として活動した疑いについてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。カリフォルニア州の現職市長が工作活動員として活動した疑いで訴追されたという話ですが、かなりインパクトのあるニュース。しかも司法取引の中で容疑そのものを認める方向となり、市長も辞任したということで、アメリカ側としても相当重く見ていることが伝わってきます。最近はサイバー分野だけでなく、地方自治体レベルまで含めたリアルな影響工作への警戒感が強まっています。今回の件も単なる個人の問題というより、外国政府と地方政治との距離感が改めて問われる事例になりそうです。日本でもここのところ、通信機器や土地取得、外面切り替え、経営管理ビザなどをめぐり、安全保障と経済活動の線引きをどうするか議論が増えています。スパイ天国とも揶揄され、外国勢力による工作活動がお盛んです。政治家の中にはどこの国の代弁者かと思う輩もいる始末。表向きは民間交流や経済協力に見えても、その裏で何が行われているのか、もっと関心を持って監視しないといけないですね。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信しています。ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝8時までの6時間のレーダーの実績。日本列島、北から南まで特に目立った雨雲は見られません。全国のライブカメラを見ていると、晴れているところが多いみたいです。ニュースによると、今日と明日は気温が高くなるところが多いとのこと。長期予報では、高温多雨という話も出ているようで、今年の梅雨はいつもよりムシムシ状態になるのかもしれないですね。いろいろ注目されるチベットで、中国は大規模な水力発電の建設を計画しています。皆さんはご存知でしょうか。チベット自治区を流れるヤルンチャンポ川で巨大な水力発電設備を作ろうとしているのです。インドとバングラディッシュの重要な水資源となっており、灌漑用としても活用されているようです。その川にあの三峡ダムを超える規模の構造物を作ろうと検討されており、ダムの名前はメトクダムです。水力発電の規模は計画段階で6000万キロワットですから、三峡ダムの3倍弱。位置関係を確認しておきます。ヤルンチャンポ川は、ネパールの北側を流れて東に進み、国境を越えると、ブラマプトラ川に名称を変えます。そして、ガンジス川と合流し、ベンガル湾に抜けます。ちなみに、インドと中国の国境紛争の場所は、赤丸点線のあたりになるようです。また、計画の中では、せき止めたヤルンチャンポ川の水を、分水して黄河に流すという野蛮構想も含まれており、もし建設されたとしたら、下流の国は干上がることになるでしょう。ただし、ネパールよりも北に位置する地域のため、建設現場での資材と労働力を確保するには、かなりのコストがかかるはず。2021年の全人代で、計画が正式に発表され、2026年から工事がスタートしました。川の上流で蛇口を閉める意図があるのか、今後に注目したいところです。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。